生き物に恋し、生き物を愛し、生き物に愛されたい。そんな生き物系番組、飼育員のチャミーです。皆さん、こんにちは。本日はですね、リスナーさんからこんなお便り頂戴しました。チャミさん、こんにちは。こんにちは。私の住む神奈川県丸ヶ崎市に流れる川の大排水が流れ込むところに昔とある外来魚がたくさん泳いでいたのですが、最近めっきりその外来魚の姿を見なくなってしまいました。その少し変わった外来魚を飼育してみたいのですが、なかなか売っている場所もなく、どこで購入もしくは捕獲でき、飼育はどのようにしたらよいのか、そしてどのような魚種なのか、その外来魚についてあれやこれやと教えてもらえませんかとのことで、はい、こちらお便りありがとうございます。ということで、早速その外来魚についてあれやこれやと紹介、解説していきたいと思うので、その外来魚に興味がある方もよろしければチャンネルはそのままで。では、そのアフリカ原産の外来魚の元へ皆様をお連れしていきたいと思う。さあ、今日の主役はこいつだ。そう、見た目は地味だけど、育ててびっくり。ナイルティラピアをご紹介します。ナイルティラピア。その学名はオレオクロミスニロティスカス。ナイルティラピアはスズキ目カワスズメ科の淡水魚で、エジプト時代から人々と共に生きてきたまさに魚介の歴史的人物である。ティラピアって食べられるやつと思ったそこのあなた。正解です。日本では泉鯛とも呼ばれている魚で、今回は食用ではなく観賞魚用としての魅力に迫りたいと思う。ナイルティラピア、どんな魚なの？ナイルティラピアは、なんとナイル川出身の超グローバルな淡水魚。体長は最大で50センチ。まさに水槽界のジャイアン。子供の頃はこのように可愛いのに、大人になると貫禄を出すタイプですよね。とにかくこいつがすごいのは、とにかくタフってこと。水温は24度から30度の間で超元気。水質にも文句言わない若干アルカリ性を好む魚なんですって。ナイルティラピア飼育環境について、飼育環境にあたっての水温は24度から30度であり、pH は6から8でアルカリ性よりが好みである。水槽はできれば90センチ以上が望ましい。そんなに大きくなるの？って、はい、なっちゃいます。飼育下では約50センチ前後が平均的で、中には70センチ、80センチまで成長する個体もいるとかいないとか。そんなナイルティラピア飼育の水槽は最低でも90センチ以上。ろ過槽はゴリゴリのろ過システムをお願いします。本当、サボるとすぐにドブ川シミュレーターになりますからね。ガチでね。そんな水替え頻度といえば、週1、2回がデフォで、餌はバランスよく、植物も虫も食べる食いしん坊なんですよね。何でも食べてくれるその姿は、それはもう可愛くて可愛くてたまりません。水槽内のドラマ、ティラピア愛の物語。さあ、ここでティラピアの意外な一面。実は子育てがめちゃくちゃ丁寧。ナイルティラピアの愛はちょっと違うんですよね。オスは縄張りを作り、メスを誘って、そしてメスは卵を口に入れて大事に守る。産卵された卵をメスが口に加えて保護。そのまま羽化まで見守り、さらに稚魚が大きくなるまで口の中でホームステイ。彼らは校内保育をする親バカなのです。命を守る親の姿は感動的ですよね。繁殖を狙うなら、オス1匹、メス複数のハーレム状態がベストである。恋愛バランスは非常に大事ですよね。そんなナイルティラピアの稚魚は口の中で育ち、母親のタイミングで解き放たれるんです。そんな姿想像すると育てたくなりませんか？ナイルティラピア気をつけたいポイント注意点。飼育にはいくつか注意点も。
まず、成長スピードが速い。スペース要注意であります。そして、気が荒めであり、混泳する際には慎重に行いましょう。だが、一つだけ忘れてはいけないのが、彼らの中には牙を剥く者もいるので、気性が荒い個体も存在し、それゆえに、混泳は慎重に。特に小魚とは相性は最悪。グッピーと一緒に混泳ははい、やめておきましょう。多分、ワンプレートランチになります。そんなナイルティラピアは、糞も多いので、ろ過&水替え、サボらないように管理しましょう。何せ油断すると、水槽の暴君になりかねませんからね。ナイルティラピア餌について。ナイルティラピアの飼育下では何を与えたらよいのかといえば、ティラピアは雑食性であるがゆえに、それはもう何でも食べてくれちゃいます。冷凍赤虫はもちろん、こういった餌や、こういった餌、そして昆虫を食べる、その他もろもろエトセトラ。何せバクバク爆食してくれるのも飼育の見どころですよね。ただ、いくら可愛いからといって、餌の与えすぎには要注意。ナイルティラピアはどこで購入できるの？基本的にはペットショップさんや熱帯魚屋さんでは販売されているのを見たことがありません。沖縄の川、九州の一部の川、そして名古屋から三重県を流れる某温排水にて捕獲するか、またはヤプーオークションに出品されていたりもしますよ。そんなナイルティラピア、注意とお願いについて。そして最後にこれだけはお願いしたい。ナイルティラピアは外来種。皆さんもご存知かと思いますが、飼育放棄なので決して自然には解き放さないでください。ナイルティラピアは基本的には日本の暖かい地域、沖縄や九州の一部、そして三重県を流れる某温排水川、そして一昔前では山梨県の伊沢温泉でもいたとかいないとか、と暖かい地域では目撃されているみたいですよ。基本的には日本の四季、寒い時期は彼らは生きていけません。そんなナイルティラピアは外来種法、特定外来生物による生態系等に関わる被害の防止に関する法律で、要注意外来生物に指定されています。なので、特定外来生物ではないため、こうやって飼育や捕獲しての移動は大丈夫なんですって。しかし、彼らは、たくましく、でもそれは自然界では脅威にもなってしまうんですよ。命あるものを育てるなら最後まで責任をですね。ナイルティラピアまとめ。というわけで見た目は地味でも育てると超熱い。丈夫で賢く子育て丈夫。ちょっと手間はかかるけど、その分だけ愛着も倍返し。こんなナイルティラピアはいかがだったでしょうか？さあ、水槽の向こう側にナイルの風を皆さんも感じてみませんか？ぼちぼちお開きの時間が。ぼちぼちお開きの時間がやってきたこともあり、なんだかお腹も空いてきたことなので、今晩はティラピアのフィーレを使ったティラピア料理でも食べたいと思います。皆さん、本日のナイルティラピアはいかがだったでしょうか？今後も当番組ではですね、
このように飼っている生物たちの成長ぶりや解説、そして全国各地にある生物たちが集う施設に潜入してみたり、生物捕獲探検、そして外来生物の駆除を兼ねて、その大切な命を余すことなく美味しくいただく0円食堂的な動画であったり、様々な生物にまつわる動画を配信していきたいと思うので、当番組に興味がございましたら、チャンネル登録喜びます。本日は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。